ばんは、ゆうかです。もう9月ということで、あと10、11、12月を乗り越えたらもう2015年が終わりってことに気づいて愕然としています。びっくりしててんちゃんもすごい走り回ってますが、今日作っていくのはこちら、じゃーん、トイプラのエヴァンゲリオン初号機です。これクリアなボックスに入って中のランナーが見えてるのおしゃれですね。この可愛らしいフォルム、ナッチンの生みの親であるモイノさんがデザインアレンジされてるそうで、通りで可愛いわけだと思いました。画像を見て一目惚れして予約購入していたので、どんな感じか作るのが楽しみです。動画としては組み立てパートと塗装パートに分けて作ろうかなと思っています。最後まで見てもらえたら嬉しいです。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。すごい、箱から出してもランナーが層になってる。すごい。横の棒を取ることでランナーをばらすことができました。ランナーは正方形のものが5枚、パーツも大きくて作りやすそうです。組み立ての手順はこの箱の内側の紙に書かれています。ニッパーが必要とは書いていないようです。外せるのかな。ダメだ、外れない。ニッパー使っていきます。このちょいプラシリーズ、接着剤を使わずに簡単に組み立てられる手のひらサイズのプラモデルなんです。ちょいと作る、ちょいと塗る、ちょいと遊ぶ、まさに大人のためのミニプラといった感じでしょうか。実は私、サイズ感をよく確認せずに画像だけで購入してしまったんです。てっきりハイグレードくらいの大きさだと思ってたので、届いた段ボールを開けた時はびっくりしちゃいました。パッとランナーから切り出して組み立てるだけなら、早い人だと10分15分もかからずに組み上げられるかもしれません。私はゲートアートを丁寧に処理しながら組み立てた結果、40分ほど楽しむことができました。デザインナイフとガラスヤスリだけで十分綺麗に処理できたので良かったです。この小さなキット、情報量はしっかりあるんですが、さらにモールドを彫ったりパーツを追加したりして作り込むこともできそうです。自分の好きなように手軽に楽しむことも、じっくり時間をかけることもできる可能性の塊ですね。はい、本体が組み上がりました。全パーツが紫色なのでちょっと分かりにくいかもしれないんですが、目だったりとか胸元のここだったりとか細かいパーツが分かれてて、塗装する時に塗り分けしやすくなっています。このちっちゃい足がまた可愛いですね。後ろにはアンビリカルケーブルが刺さっています。もちろん取り外すことも可能です。ここから見るとね、すごい猫背なの。武器はそれぞれ手のひらに穴があって、そこに差し込むことで持たせることができます。なので簡単に落ちたりしなくて助かります。腕、顔、足、それぞれ動かすことができます。合わせ目もほとんど気になりません。なので合わせ目消しはせずにこのまま塗っていこうかなと思います。紫一色なので部分塗装をするかオリジナルカラーで塗るか、どう仕上げるかはもう自分次第です。最初は紫はそのままに部分塗装してお手軽仕上げで完成させようって思ってたんです。でも塗っていくうちに細かい部分が気になってきちゃって、結果全塗装しました。夢中になりすぎて気づいたらカメラに私の頭頂部しか映ってませんでした。でも手元をしっかり固定した方が塗りやすいことに気づけたので結果オーライです。塗料は水性ホビーカラーを使っています。匂いがほとんどしないし、やり直しが効くのが嬉しいですよね。そして乾燥がすごく早い。筆塗りでも塗りムラができにくいので、つるっと仕上げることも、何層も重ねてあえてもったりした表面を作ることもできるんです。今塗ってるのは蛍光グリーン。最初は下の色が透けちゃってちょっと発色が悪かったんですが、重ね塗りをしたら
こんなに綺麗に発色してくれました。このちょいプラ、大きすぎず小さすぎず、本当に筆塗りにぴったりなサイズ感で塗っていてすごく楽しかったです。でもふと思うんです。こんなに集中してプラモを塗っている自分を客観的に見ると、この先の人生大丈夫なんだろうかって。平日は在宅で仕事をして夜は動画編集、週末は模活、デグーのてんちゃんはいるにしても孤独すぎないかって。最近はもうおばちゃんだからか朝起きてすぐ疲れたって言っちゃいます。生活にメリハリがないし、やらなきゃいけないことができなくて自分がダメになっていってるんじゃないかって、すごくネガティブなことを考えてしまうんですよね。老後の孤独が今から怖くて、婚活でも始めなきゃいけないかななんて。でも筆塗りしている間はそんな不安なことも全部忘れられます。うまく塗装できれば自尊心も満たされるし、本当に最高。現状は何も変わらないけど、もし趣味がなかったらもっと孤独で寂しいおばさんだったろうなって思うんですよね。やっぱり模活って楽しい。さて、そんなどうでもいい話はさておき、完成品を見てください。さあ、どうでしょう。かっこよくできたでしょう。塗り始めは正直どうなることかと思ったんですが、自分なりにかなり満足のいく仕上げにできました。こうして塗装前と見比べると、頑張ってよかったなーって改めて思います。この満足感は本当に癖になっちゃいます。今回は黒い部分と武器、アンビリカルケーブルは艶消しに、他の部分は艶ありにしてメリハリをつけてみました。艶消しと光沢の使い分けができるのも水性ホビーカラーの楽しみの一つですね。このキット、レビューのために先に組み立ててから塗ったんですが、バラすと壊れそうな箇所が結構あったので、塗装してから組み立てる方が安全かもしれません。あと首が外れやすいのと、立たせるのが少し難しいのが気になりました。私は背中のケーブルと手で持ってる武器で支えてあげてます。せっかく塗装したので塗装ハゲが怖くて、いつものプラモ動画みたいにポーズバリエーションをお見せできなくってごめんなさい。せっかく蛍光塗料を使ったのでブルーライトを当ててみることに。キャー、めっちゃかっこいい。どうせなら目も蛍光イエローにしたい。これでまた一つ、男の子ってこういうのが好きなんでしょに共感できるようになりました。ガルなんてかっこいいに決まってる。今後エヴァ0号機と2号機の発売も予定しているみたいなので、そちらもすっごく楽しみです。チャンネル登録お願いします。ということで今回はちょいプラのエヴァ初号機を作りました。筆塗りは楽しいけど時間があっという間に解けて、気づいたらクタクタになっているので、皆さんも筆塗りされる時は適度に休憩をとって楽しみましょうね。今回動画では筆塗りはあまりみんな関心ないかなと思ってちゃんと撮影してなかったんですけれども、今後筆塗りする時はこういうところが見たいですとか、はたまた筆塗りは関係なくてこういうキットを紹介してほしいですとかご要望ありましたら、是非コメント欄にお寄せいただけたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。いい感じに塗れてんじゃんって思ってくださる方は是非チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。8月末に両親とドライブ、大山炙り神社へ行ってきました。家の周りでは聞けない日暮らしの声が聞けて、夏の終わり感が半端ない。ケーブルカーで上まで登ります。境内まで着くと雨が降っていたのですが、厳かで最高でした。晴れてたら景色も綺麗そう。いつか登山で登ってみたいなと思いました。